今回の動画では、レインボーシックスシージコラボイベント、オペレーションオリジニウムダストにて実装されるオペレーター。Time for all the planning to pay off. 特殊オペレーター、フロストの紹介及び解説を行っていきます。なお、投稿者はレインボーシックスシージをかじったことがあるものの、深くプレイしたことはなく、また、各オペレーターのバックストーリーを詳細に理解しているというわけではないのでご了承を。Rainbow Operator Codename Frost. At your service, sir. フロストはテラの世界に突如現れたレインボーチーム所属のオペレーターで、隠蔽、追跡、狩猟といったアーツを用いない行動に長けており、ロドスを訪れる前は様々な屋外救助任務を行っていたサバイバルの専門家だったと推測されています。ロドスの協力者となり、ロドスを訪れた際にはフロストは、滞在していたほとんどの時間をロドスにある工房にて費やし、フルセットの狩猟道具と6から7種類もの異なる捕獲罠を製作。サーミやカジミエーシュ出身の狩猟経験があるオペレーターたちとはよく交流をしていたとのこと。そのため、狩猟能力に関しても非常に高い人物であるということが伺えます。事実、レインボーチームが現地住民との交流などがなく、孤立無援の状態だった時や、現地住民たちが野生生物の被害に困っているという時には、フロストは率先して狩猟を行っていたので、実際狩猟は得意なのでしょう。フリッツが現地住民との交流の窓を作って、レインボーチームが円滑に活動できるようにした立役者とするならば、フロストは狩猟によってレインボーチームの食料を作り出し、現地住民たちが困っていた野生生物を駆除することで、住民たちの信頼を勝ち取った立役者と言えます。なお、フロストも他のレインボーチームのオペレーターと同じくアーツには疎くなっていますが、テラの世界では比較的珍しく高等教育を受けていると思われ、高い専門知識を保有しています。ちなみに料理も上手だとのことなので、これもサバイバル技術に一役買っているのでしょう。以上がテラの世界においてのプロフィールとなっており、原作であるレインボーシックスシージのプロフィールによれば、本名はティナリン・ツァン、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、つまりカナダ出身で、カナダ軍事大学を首席で卒業、18歳でカナダ空軍に入隊。学士号取得と士官訓練を終えた後は、統合救助指令センタービクトリアに配属。バンクーバーとユーコン準州管轄の捜索救助部隊の一員として活動していたところを、対テロ特殊部隊、レインボーに招集され、レインボーの一員となります。フロストの野外サバイバル能力が高いのは、この救助部隊としての経験の他にも、趣味も登山、パラシューティング、ダイビング、狩猟とアウトドア寄りなためでしょう。フロストが用いる固有ガジェット、スターリング MK2 LHT、通称ウェルカムマットは、機械工学を専攻していたということや、狩猟のノウハウが詰まったガジェットとなっており、レインボーシックスシージオペレーターが使う道具の中では、比較的原始的なものとなっているので、テラの世界というよりも、どこの世界に行っても、比較的適応しやすい人物なのかもしれません。コードネームの由来に関してはフロストは、英語で、霜、または失敗という意味があり、フロストの服装やフロストが実装されたレインボーシックスシージの無料 DLC がブラックアイスという名称になっているので、霜の方がモチーフになっているものと思われます。原作においてはアークナイツ内と同じくウェルカムマットを用いての敵の進行を阻害することが得意なオペレーターとなっています。There are two things we absolutely need in a survival situation. Water and hope. フロストはウェルカムマットと呼ばれる設置物をステージに設置し、ウェルカムマットの上を通過した敵に対してダメージや様々な効果を与える、ロビンと同じ罠設置タイプの特殊オペレーターとなっています。配置コストやブロック数といった基本ステータスはロビンとほぼ同じ数値にはなっていますが、ロビンは配布オペレーターのため、潜在強化なしでは再配置時間が80秒となっており、わずかながらの違いが見られます。また、昇進2で潜在を最大まで強化した際の配置コストは、フロストが9に対して、ロビンが8となっているので、わずかですがロビンの方が配置コストは低くなっています。とはいえ、この違いは通常オペレーターと配布オペレーターの違いなので、フロスト自体の基本ステータスには特に目立った数値はありません。
HP や攻撃力などのステータスは似た性能を持つロビンと比べると、HP と防御力はロビンよりも低く、攻撃力はフロストの方が高いというような性能となっています。極端な差というものはありませんが、わずかながらにロビンの方がステータスの数値は高いと言えるかもしれません。ただほぼ誤差のレベルなので、あまり気にする必要はないでしょう。素質、ウェルカムマットはステージ上に最大で10枚ものウェルカムマットを手動で配置。ウェルカムマットの上を通った敵に対してウェルカムマットが動作し、物理ダメージとスキルに応じた効果を敵に付与。その後、動作したウェルカムマットは消滅という効果となっており、ロビンの設置物であるクリップとは見た目は異なるものの、動作に関しては全く同じものとなっています。ロビンを一度使用したことがあるのならば、基本的には同じ要領でフロストも使用することができるでしょう。ただし、潜在強化をしなければフロストは同時に最大8枚しかウェルカムマットを配置できないので、ロビンよりかはやや戦略の幅は限られてしまっているという点には注意です。フロストの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス23、素質強化、コストマイナス1となっており、フロストの潜在強化での目玉は潜在5段階目の素質強化でしょう。これにより、同時に配置できるマットの数が8個から10個となるため、戦略の幅が広がることとなります。また、潜在4段階目の攻撃力プラス23に関しても、ウェルカムマットによって敵に与えることができるダメージが増加することになるので、フロストを運用するのであれば、ロビンとの差別化という意味でも入手しておきたいところ。以上のことから、フロストの潜在強化は、潜在強化なし、または潜在4から5段階目を目指すことをお勧めします。フロストはコストを消費してウェルカムマットを配置していくという性質上、コストが2程度下がっても焼け石に水となっているので、コスト減少は無視してしまっても構いません。スキル1、トラップ配置は、設置したウェルカムマットが起動したとき、ウェルカムマットを踏んだ相手に物理ダメージを与え、さらに一定時間のスタンを付与、アクティブ効果、つまり SP が溜まったタイミングで所持しているウェルカムマットを1個取得します。なので、スキルレベル7であれば16秒に1回、ウェルカムマットを1つ入手することができます。なお、所持しているウェルカムマットの数が上限いっぱいなのであれば、SP はたまらないようになっているため、SP をストックしておいて、1つ使用した後に即座に1つ補充するということはできませんが、配置数と所持数のカウントは別となっているので、配置数が上限いっぱいであっても、ストックに空きがあるのであれば上限まで補充され続けることとなります。性質としては、ロビンのバインドクリップと同じものとなっていますが、あちらは付与される効果がバインドに対して、こちらはスタンとなっており、ダブルのびっくり箱とロビンのバインドクリップを足して2で割ったような性能と言えるでしょう。基本的にはロビンのクリップと同じく敵ルートにひたすら設置していき、敵に連続でスタン効果を付与、厄介なゴースト兵などをキルゾーンにとどまらせたり、強化兵やクラッシャーのようなできるだけ離れた距離から仕留めたい敵に対して有効となります。また、スタンを付与するということから、ブリッツやアッシュ、ダブルとの相性が良いスキルといえ、これらのオペレーターと組み合わせることで、各オペレーターたちの火力の強化や、連続スタンによる敵の進行の大幅な遅延も可能となります。遠距離攻撃系の敵に対しては、ロビンのクリップはバインド付与のため、あまり意味をなさないという場合もありましたが、こちらは攻撃も止めてくれるため、スタンが効く相手であれば敵を問わないというのも強みの一つです。スキル1の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキルによる火力自体はロビンのクリップとの大きな差はなく、そもそもスキル効果によるダメージ倍率とウェルカムマット及びクリップを補充するための発動 SP はロビンのスキル1と全く同じ数値となっており、ダメージの差はロビンとフロストの攻撃力の差によるものでしかありません。そのため実質的なスキルの違いは敵にスタンを付与するかバインドを付与するかのみとなっています。ただ、ロビンのバインドはスキルレベル7で2秒、特化で3秒となっており、フロストの最大2倍の時間、敵に状態異常を付与することが可能となっているので、端的に言うと敵の進行を止めたいだけなのであれば、フロストはロビンにはかないません。そのため、先述したように相性がいいアッシュやブリッツなどのオペレーターたちと組み合わせて、各オペレーターたちの火力の補強というのがこのスキルの強みとなっています。いっそのことロビンと組み合わせてステージを罠だらけにしてしまうというのもいいかもしれません。
以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、スタン時間が 0.2 秒増加する特化1、または 0.3 秒増加する特化3にすることをお勧めします。スキル2、ハンティングは、設置したウェルカムマットが起動したとき、ウェルカムマットを踏んだ相手に物理ダメージを与え、1.5 秒のバインド効果を付与。さらに、ウェルカムマットの発動した場所がフロストの攻撃範囲内だった場合、ウェルカムマットを踏んだ敵に対してフロストが物理攻撃を3回行うというスキル。追加攻撃はフロストの攻撃範囲内という制約はあるものの、これまでのトラップ系スキルと比べるとかなり攻撃寄りな性能で、ウェルカムマットが主役というよりも、ウェルカムマットはあくまでも敵を捕獲するだけであり、最後のとどめはフロスト自身が刺すという、まさにトラバサミに捕まった動物を、ハンターが仕留めるというようなスキル名にふさわしい効果となっています。日本版のスキル名がどうなるかはわかりませんが、ただ、制約があると言ってもウェルカムマットをフロストの攻撃範囲外に設置できなくなるというわけではないので、火力は下がってしまいますが、使い方自体に大きな変化はありません。あくまでもウェルカムマットの進化が発揮できる場所が、スキル1がフロストからかなり離れた場所からやや離れた場所だったのに対して、スキル2はやや離れた場所から至近距離になったという、行動範囲の変化でしかなく、入念な準備をすれば完璧に抑えることができたスキル1に対して、スキル2はリカバリーが非常にしやすくなっているとも言えます。そういった意味では、初見のようなステージにおいては、スキル2の方が扱いやすいかもしれません。なお、フロストによる追加攻撃はやや特殊な動作となっており、攻撃範囲内のウェルカムマットがほぼ同時に動作した際、フロストは両方のウェルカムマットにかかった敵に追加攻撃を行うのではなく、後からかかった方にしか追加攻撃を行いません。また、ウェルカムマットの発動間隔が少し開くと、逆に後からかかった方には追加攻撃を行わなかったりと、いまいち動作が安定していません。これが仕様なのか不具合なのかはわかりませんが、いずれにせよ、あまりにも敵が多い状態だと、このような不安定な動作が発生してしまう可能性があるので、注意が必要です。なお、日本版ではこの動作が調整され、発生しない可能性もあるので、その点はあしからず。スキル2の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、総ダメージはやはりフロストによる追加攻撃が発生しているので、他のトラップ系スキルと比べるとかなり高くなっています。一方でこのスキルはあくまでもウェルカムマットによるダメージと、フロストが非常に素早く3回同時攻撃を行うスキルとなっているので、一発あたりのダメージはそれほど高くはありません。つまり、防御力が低い敵に対してであれば、非常に高いダメージを与えられますが、防御力が高い敵に対してだと、一発ごとにダメージ計算が入る影響で、与えるダメージが大幅に削られてしまうこととなります。そのため、どの敵に対しても強力なスキルというわけではなく、例えば、猿数突撃兵のような防御力が低く、バインドを付与することで大幅に弱体化するような敵に対して用いるといいでしょう。なお、当然ながらウェルカムマットは地上の敵に対してのみ有効であり、空中の敵に対しては一切発動せず、フロストの火力が悲惨なことになるので注意が必要です。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置くことをお勧めします。フロストの基地スキルは制御中枢に関するものと加工書に関するものとなっており、制御中枢スキルは他のレインボー 6CG オペレーターの基地スキルと全く同じ効果となっています。そのため、アッシュ、ブリッツ、タチャンカ、フロストを同時に制御中枢に配置することで、制御中枢に配置しているオペレーターの体力消費はなくなり、むしろ回復するという状態となるので、アーミアやスワイヤーといった制御中枢に配置することで、高い性能を発揮できるオペレーターと組み合わせるといいでしょう。加工書スキル、機械工学は、フロストを加工書に配置時、副産物の入手確率をプラス 50% し、副産物入手確率を情報備蓄1つにつきプラス 5%、ウルサスドリンク4本につき 15% するというスキルで、情報備蓄はアッシュを他のレインボー 6CG コラボオペレーターと一緒に制御中枢に配置することで、ウルサスドリンクはタチャンカをウルサス学生自治団のオペレーターと一緒に制御中枢に配置することで得られるポイントで、制御中枢にアッシュ、ブリッツ、タチャンカを配置するか、タチャンカとウルサス学生自治団4人を配置することで、フロストの副産物入手確率は最大化します。
ただ、最大化とは言っても、入手確率は 65% までしか上昇しないので、わざわざ制御中枢の枠を消費してまで、この基地スキルを使用する必要はなく、フロストを基地スキルのために昇進させる必要はないと言えるでしょう。それでは、実際にフロストを使用していきます。今回使用するステージは DM7。フロストのステータスは、昇進2のレベル50、スキル2のスキルレベルは7となります。Don't let them get the drop on you. フロスト配置後の操作は、基本的にはロビンと違いはなく、ドクターはひたすらウェルカムマットを配置することとなります。なお、ウェルカムマットの使用は、ロビンのクリップと違いは一切ないので、例えば、ボルモンドの蓄音機もチャージすることが可能となっています。基本的には、無敵の召喚物と思ってしまってもいいでしょう。Deployed. お前の攻撃をそう。ウェルカムマットにかかった敵にはこのように、フロストがショットガンで攻撃をし、ウェルカムマットによるダメージが発生した直後に3連ダメージを与えるという形となっています。Deployed. ウェルカムマットを使用すれば、猿数突撃兵をほぼ無効化できてしまうので、未だに復刻はされていませんし、正直もうないんじゃないかとまで言われていますが、今なら悪夢の猿数突撃兵ピンボールステージすらもいとも簡単にクリアできるでしょう。Welcome set. わかった。無駄だ。Setting up. Laying out the welcome mat. Welcome mat set. ただ、複数攻撃が災いし、ボンバークラッシャーのような防御力が高い敵には、ダメージは大幅に減少してしまいます。ただ、バインド効果は付与できるので、わずかながらですが時間稼ぎは可能です。Setting up. Welcome mat set. Deployed. Mission accomplished. Always think ahead. フロストはロビンに続くトラップ配置型の特殊オペレーターで、ロビンと同じくクラウドコントロール系のスキルの他にも、火力に特化したスキルを所持しており、ロビンとは同じタイプではありますが、一応は差別化はされています。ただ、全く異なる性能というわけではなく、端的に言ってしまうと、スキル2以外はほぼロビンと言ってしまっても過言ではありません。スキル1は、スタンを織り交ぜれば他のオペレーターとコンボを組むことができますが、ロビンと比べると拘束時間が短くなっており、やや扱いは難しくなっています。一方で、他のオペレーターと組み合わせることで生まれる爆発力はロビンの比ではないので、このあたりをいかに活かせるかがロビンと差別化を図れるかの鍵にもなるでしょう。すでにロビンを育成しているのであれば、フロストは優先して育成する必要はありませんが、
ロビンを育成していないのであれば、今後、特にウォルモンド復刻時には大きな活躍が見込めるので、ぜひとも育成しておくことをお勧めします。以上で、フロストの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ、動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。Sometimes humans behave exactly like wild animals. Understanding this makes me a more efficient operator.